こんにちは。今回はこちらのカゴバッグを編んでいきます。本体はしっかりした編み地でカゴ風に編んでみました。持ち手は三つ編み模様になっています。今回は丸いタイプの底板を使っています。よかったら編んでみてください。では今回はこちらの3本の糸を引き揃えて編んでいきます。まずセリアさんで購入したアモンドでカラーナンバー2番で使用かぎ針は4号から6号になっています。こちらはダイソーさんのリサイクルレース糸ラメのシナモンゴールドカラーで太さは20番、目安のレース針は0号から6号になっています。今回は引き揃えてかぎ針6号で編んでいきます。持ち手の方はセリアさんのニューエンジェルコットンを4号で編みました。それとダイソーさんの丸いバック底板を使用します。直径は約15センチで穴が44個になっています。では細い糸なんですけども、アーモンドを2本とレース糸を1本、こちらの3本を引き揃えて1本にして編んでいきます。では今回は2目1模様なので偶数で編んでいただけます。44個の穴にそれぞれ細編みを2目ずつ編んで1周を88目で編んでいきます。では最初の作り目を作って底板に編んでいきます。穴に針を入れて糸を持ってきて、ここが1つ目の細編みですね。そしたらこの糸端を編みくるみながら編んでいきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、この底板の端のところまでしっかり引き出して、そして細編み。これで1つの穴に2つ入りましたね。そしたら次のところにまた2つ編んでいきます。次のところに針を入れて、針の上に糸端を乗せて編みくるみながら1、2、次のところに針を入れてしっかり引き出して1、2、こんな感じで一周編んでいきます。では一周編んできました。そしたら一番初めの細編みの頭に針を入れて引き抜いて引き締めます。では側面の1段目ですね。この段は1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、今引き抜いた一番初めの細編みの頭に針を入れて細編み。ここは一番初めなのでマーカーをつけて一周編んだらここに引き抜きます。次の細編みの頭に針を入れて細編み。こんな感じで一つの目に一つずつ編んでいきます。では一周編んできました。
そしたらここのマーカーのところに針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では2段目ですね。ここからは裏に返しながら毎段同じ編み方で編んでいきます。2目1模様で1目目に細編みと中長編みを編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がったら、今引き抜いた一番初めの細編み、ここですね。ここの頭に針を入れて、まず細編みを編んでいきます。細編み。ここはマーカーをつけておきます。そしたら針に糸をかけて、ここの細編み、一番初めの細編みの、今度は足元ですね。一つ目は頭に細編みを編んだんですけども、その足元ですね。ここに針を入れて、糸を伸ばして、そして中長編みを一つ。そしたら次を飛ばした次。わかりにくいときは、ここの中長編みが入ってる次を飛ばした次の上ですね。ここの細編み。ここの頭のところに細編み。針に糸をかけたら、この細編みの頭の下ですね。この足元。ここに針を入れて、糸を伸ばして、そして全部引き抜いて、中長編みですね。そしたら、ここの中長編みが入っている次を飛ばした次。ここの上の頭のところですね。ここに針を入れて、細編み。かけて、頭の下ですね。細編みの足の2本が入ってる、ここの足元のところに針を入れて、糸を同じぐらい伸ばして、そして中長編み。ここの次を飛ばした次の上ですね。ここに細編み。かけて、頭の足元ですね。ここに中長編み。こんな感じで一周編んでいきます。では一周編んできました。最後に細編みが一つ残っています。そしたらここの一番初めのマーカーのところですね。ここの頭に針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では3段目ですね。まず鎖一つで立ち上がったら、毎段くるっと裏にして、同じ編み方で編んでいきます。まず足元の一番初めのところ、ここですね。表から見ると、ここですね。さっき引き抜いた一番初めの細編みですね。裏から見ると、ここですね。ここにまず細編みを編んでいきます。ここに針を入れて、細編み。この頭のところにマーカーをつけておきます。そしたら、次はここの細編みのところの下ですね。中長編みを編んでいきます。ここなんですけども、表から見ると、ここの一番初めの細編みの頭の下の足元ですね。ここに裏から、ここですね。針を入れて中長編みを編んでいきます。かけて、細編みの下のところですね。ここに針を入れて、細編みの下ですね。そして糸を引き伸ばして、中長編み。そしたらここの中長編みの次、ここですね。
この細編みの頭ですね。前の段の細編みの頭。ここに針を入れて、細編み。かけて、この細編みの下は、ここが頭ですね。そしてここが細編みの足ですね。なので、ここですね。ここに針を入れて中長編みを編んでいきます。細編みの足元。ここですね。ここに細編みの足がありますね。ここの足元のところに針を入れて、糸を引き伸ばして中長編み。次はこの中長編みを飛ばした次、ここの細編みですね。細編みのところ、この頭を拾って、細編み、かけて、この2本の足が見える、この足元ですね。割と針が入りやすいんですけども、ここですね。この細編みの足の2本が入ってる、ここの穴ですね。ここに出るように、時々確認しながら、糸を引き伸ばして、中長編み。こんな感じで編んでいきます。次は、この中長編みを飛ばした次、ここの細編みですね。頭に針を入れて、細編み。かけて、ここの足元のところ、ここですね。ここに、中長編み。次を飛ばした次の細編みの頭。ここに細編み。かけて、ここですね。細編みの足の2本の、ここですね。ここに針を入れて、糸を前回と同じぐらい引き伸ばして、中長編み。ここですね。こんな感じで、また一周編んでいきます。では一周編んできました。ここも最後に1目残っています。そしたらここのマーカーの一番初めの細編みの頭に針を入れて、引き抜いて引き締めます。では次4段目も3段目と同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、くるっと裏にして、ここの足元のところですね。この一番初めの細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて、細編み。頭にマーカーをつけておきます。そしたら針に糸をかけて、足元のここですね。わからないときは裏を見て、ここの細編みの足の位置に2本が入っているここの穴ですね。ここに出るように針を入れて、そして糸を引き出して、中長編み。そしたら次の中長編みを飛ばした次、ここの細編みですね。ここに針を入れて、細編み。かけて、足元に針を入れて、そして糸を引き伸ばして、中長編み。次の中長編みを飛ばした次、細編みの頭に針を入れて、細編み。かけて、足元のここですね。細編みの足元。ここに針を入れて、糸を引き伸ばして、
中長編み。こんな感じで毎段同じようにしばらく編んでいきます。では37段で約 18.5 センチ編んできました。では持ち手を入れる穴を開けながらもう少し編んでいきます。では4箇所に穴を開けていきます。両端でペタンと折って、このピンクのところが端の印で、紫が穴の2目分にしていこうと思います。一周が88目なので、こちらと向こうで44目ずつですね。今回は端のピンクのところから10目。で、次の11、12目の2目分。こちらも端のピンクのところから10目。で、次の11、12目の2目分。ここに穴を開けていこうと思います。向こうも同じところにマーカーをつけておきます。では、この端のマーカーのところですね。この最初の細編みのところ、ここから編んでいきます。まず、鎖一つで立ち上がったら、今までと同じように、くるっと裏にして、ここのマーカーの手前のところまで同じように編んでいきます。では、裏にして、ここの足元のところ、ここの細編みが一つ目ですね。なので、1、2、3、4、5、6で、6模様分編んでいきます。そして、ここの穴のところのマーカーですね。そしたらぐるっと一周編んで、最後は、ここの穴の次、ここの細編みですね。ここから、1、2、3、4、4模様分ですね。4模様分編んで最初につないでいきます。これでここが10模様分ということですね。では鎖一つで立ち上がったら足元の細編みの頭に針を入れて今までと同じように細編みからですね。ここは頭にマーカーをつけておきます。針に糸をかけて足元の細編みのところですね。ここに針を入れて同じように中長編みですね。また次の細編みのところに細編み、足元に中長編み。こんな感じで、ここのマーカーの手前の細編みのところまで編んでいきます。で、ここが最後ですね。ここの細編みに、細編み、足元に中長編みですね。これで、1、2、3、4、5、6、6模様分ですね。そしたら、ここのスペースのところですね。ここは2目分鎖編みを編んでいきます。1、2。そしたら、ここの2目分飛ばした次の中長編み。ここの次の細編みですね。ここからまた同じように編んでいきます。細編み、かけて、足元、ここに中長編み。また次ですね。
で、ここのところが穴ですね。こんな感じで、穴のところは鎖を2つ。それ以外は今までと同じように編んでいきます。では、ここからぐるーっと一周編んできました。このマーカーのスペースのところから、1、2、3、4、ここは4模様ですね。そしたら最後に1目残っています。ここで、最初の細編みのところに引き抜いて引き締めておきます。では次の段ですね。同じように鎖一つで立ち上がったら、裏にして、ここの足元のところですね。ここから1、2、3、4、5。今度はここのマーカーのところまで5模様分編んでいきます。なので一周ぐるっと編んで、最後も5模様分になりますね。そしたら足元のところに針を入れて、ここが最初の細編みですね。頭にマーカーをつけておきます。そしたらかけて、足元の細編み、もう一個上ですね。ここに針を入れて、そして中長編みですね。また次の細編みですね。こんな感じで、次のマーカーの手前のところまで同じように編んでいきます。これでここから1、2、3、4、5で5模様分ですね。そしたらさっき鎖スペース、鎖の2目分ですね。スペースを空けたところ、ここに来るので、ここにはスペースに針を入れて、細編みを1、同じところに針を入れて、2、こんな感じでスペースを作っておきます。そしたら次の中長編みの次、ここの細編みですね。ここに針を入れて、また同じように編んでいきます。こんな感じで、ここの穴のところは細編みを2つ、その他のところは同じように2目1模様で編んでいきます。では1周編んで最初のところに引き抜きました。では最後は1周引き抜き編みをしていきます。ここの最後、引き抜きでつないだところの次、中長編みの頭ですね。まずここに針を入れて、引き抜き編み。ここは一番初めなので、マーカーをつけておきます。次の細編みの頭に針を入れて、引き抜き編み。あまりきつくなりすぎないように、様子を見ながら一周引き抜いていきます。では一周編んできました。最後は中長編みのところに引き抜いています。では最後ここに引き抜いてもいいんですけども、今回はチェーンつなぎでつないでいきます。糸をカットして、ここで引き抜きます。とじ針に通したら、ここのマーカーのところに針を入れて、で、最後のところに戻します。あとは裏の方でしっかり糸始末をしてください。
では持ち手は前回ご紹介させていただいた三つ編み模様のコードですね。前回の動画では2色で編んでるんですけども、今回は同じ色を2本編んで1色で合わせてみました。合わせるとこんな感じです。こちらはこのループを20個分で編んでいます。長さは約38センチです。紐の編み方は三つ編み模様のコードの編み方動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。こんな感じで作っていきます。編めたらバッグの表から穴に差し込んで、同じ糸で縫い合わせていきます。カットした糸を1本引き抜いて半分に折って2本にして縫い合わせました。こんな感じにしっかり縫い合わせます。では完成です。今回は編み目に筋感を出したかったので、細い糸を引き揃えて編んでみました。他にもエコアンダリアや麻紐、コットン糸などお好きな糸で楽しんでいただけると思います。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。